お疲れ様です。ひろさんキッチンです。今日はですね、お家でパリパリチキンソテーのご紹介です。焼くの基本と言われているチキンソテーを徹底的に解説していきます。ぜひご覧ください。はい、まず材料ですね。鶏もも肉、塩、油、お好みで胡椒。これだけです。では早速鶏もも肉の処理からしていきます。鶏もも肉のこういう筋張ってるところを触ってもらって、硬いところがないか確認します。硬いところがなければ大丈夫です。硬いところあったらそこ軟骨なんで、口に残るので取ります。そうですね。この鶏もも肉は大丈夫そうです。次に、こういう余分な脂肪があります。これをなるべく取ると独特の取り臭さが減ります。これなのでピッとこんな感じで取ります。これちょっと黄色いとこですね。これ鶏の脂肪なんで臭みがあったりします。こういうとこですね。こういうところ。こういうとこだけちょっと軽くピッと取ります。で、ちょっと皮をよく伸ばしといてください。筋切りをしたりするんですけど、僕はやらないです。あんまり筋切りをすると、ちょっと肉汁が逃げちゃうので、そしたら、下味をつけます。塩。塩は肉の重さの 0.8% ぐらいで OK です。今日 250g だったので、2g ぐらい塩を振ります。こうやってよく揉み込みます。筋とことかですね、こういう裏に隠れちゃってるところにも塩を揉み込んどくと美味しく仕上がります。皮の方には塩は振らないです。その理由はまた焼いてる時にご説明します。そしたら揉み込んだらこのまま10分ほど味をなじませます。味がなじんだので早速焼いていきます。それでは早速焼いていきます。フライパンは今日は普通のコーティングのフライパンを使っていきます。ではまず火をつけて中弱火ぐらいですね。油を引きます。大さじ1程度です。しっかり味の馴染んだ鶏肉の皮を下に入れます。そしたらこの油ですね、今入れてもらった油を少しだけ身にかけて、これちょっと保湿目的でかけます。これが裏技です。蓋をするんですが、ずらします。で、ここに隙間ができることによって、余分な蒸気が抜けて、鶏もも肉が水っぽくならずにジューシーに焼き上がります。ではこのままちょっとじっくり焼いていきます。で、このまま10分間ゆっくり焼いていくんですが、こんな感じでたまに動かしてあげます、フライパンを。そして鶏もも肉とフライパンの間に常に油がある状態がいいです。そうするとパリパリに焼けるようになります。この油がないと焦げて黒くなっちゃうんですね。あと、皮に塩を振らなかった理由をご紹介します。皮をガンガン焼いていくので、塩がついてるとちょっとやっぱ焦げっぽい味になっちゃうんですよね。僕はそれがちょっと嫌だったので、皮に塩は振りません。それでやっぱ火が強すぎると焦げちゃいます。なので、5分ぐらい経って、一回この皮を見てもらって、ちょっと焼き色がきついなと思ったら、火を少し弱火にします。で、このまままたさらに5分じっくり焼いていきます。はい、10分経ちました。では、こちらでーす。なので、ひっくり返します。よいしょ。わーお。最高ですね。今この状態って、実はまだ肉には火が通ってないので、火加減をごく弱火にして、このまま焼きます。しっかり火が通ったので、切ってみます。最高にパリパリです。さあ、切るときは皮を下にします。それでは切ります。めちゃくちゃいい音しましたね。しっかり火が通って美味しそうです。これでもし火がちょっと通ってないなと思ったら、
またフライパン戻してもらって、ごく弱火でじっくり焼いてみてください。それでは盛り付けていただきます。早速どうぞ召し上がれ。いただきます。ちょっとソースつけて、音聞こえますかね。おー、パリパリ極うま。これはうまいな。身もしっとりしてます。それではいかがだったでしょうか。鶏もも肉のパリパリチキンソテー、鶏もも肉のチキンソテーです。蓋してほとんど放置でもうパリパリ OK です。ぜひお試しください。それでは次の動画でお会いしましょう。